動画をご視聴いただきありがとうございます。大輔です。今回も FX の分析エンターテインメント動画をお届けいたします。よろしくお願いします。今回はスパイクトップをちょっと復習して、それを今のユーロ円に当てはめて考えてみたらちょっと面白いんじゃないかなっていうところで、結構後半の方は応用編も考察してみたいかなと思うんですけれども、前半はスパイクトップの基礎編ですね、をやっていこうと思いますので、初心者の方にもお役に立つ動画になるかなと思います。という感じで、このチャンネルでは FX の分析の手助けになるような情報を配信したりとか、あと分析そのものを楽しむとトレード力がどんどん上がっていくんじゃないかっていうようなことをお伝えするようなチャンネルです。チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい。では、まずは、スパイクトップの取り方のコツですかね。これは、アキちゃん准教授という方が、254回、土曜勉強会の254回というものでやってくれていたものです。で、スパイクトップはこのギューンって落ちた後に、ちょっと戻りをつけたら、ここですね。もう一回ショートが取れますせ、みたいなところですね。この取り方の解説になります。で、原則は1、2、3波と、この強い下落の前に1波、2波、3波という階段を上るような N 字が発生する必要があると。で、それはここでですね、3波が完成していること。で、3波の方がちょっと長い方がいいと。この1波のこの長さよりも、こっち、3波の方ですが、ちょびっと長い方がいいと。で、ここで止められているのが、例えば週足とか日足とか、なんか大きいレジサポで止められているのが、望ましいと。その後にギューンって落ちていたら、もう一回落ちやすいですよっていうことですね。で、あとはこの親波側の2波目の終わりですね。ここを強いこの下落が下抜いていると、より戻りから落ちやすいですよっていうものですね。で、エントリーするタイミングは、この移動平均線ですね。に絡んだあたりとかから、あるいはこのトレンドを作っていたら、そのトレンドラインを引いておいて、それを抜けたところからショートを打つと。今回、上向き、上、下で来てる場合は、下に打ちましょうという感じですよね。で、指し値はこっちの親波側ですね。の、ここにダブルボトムがあると思うんですけど、ダブルボトムがきっかけでこの親波が作られているとしたら、このダブルボトムのネックラインまで。ここにダブルボトムがもしなかったら、この底のあたりまで取れますよ。みたいなものですよね。はい。これがそのスパイクトップの取り方の原理になるので、まずはこれを覚えていただければ、初心者の方々もすごく役には立つとは思うんですよね。で、その上でそれを現実のチャートに応用してみましょうと考えると、よいしょ。ユーロ円でやってみたいんですけど、さっきみたいなその図に書いたようなスパイクトップが綺麗に出ることっていうのは、やっぱりそんなにないと思うんですよね。なので、現実のチャートでは、その習ったことを現実のチャートに、この部分はこういうふうに応用していくみたいな、その応用力が必要になるのかなと思うんですけど、例えばユーロ円の1時間足で言うと、さっきの1、2、3波で数えると、ほんのちょび3波の方が長いんですよね。この1、2、3波で考えると。で、よいしょ。ちょっと拡大しました。はい。なんで、1波、2波、3波みたいな感じですね。ここがほとんど同じぐらいなんですけど、わずかに長いと。で、ここが何か週足とか日足とか、上位足とかの強い線で抑えられているかどうかっていうのを調べてみると、4時間足ですね。4時間足の、決定的な戻り目で抑えられているんですよね、ピタリ。で、この4時間足の戻り目がなぜ重要かというと、ここですね。5波動を数えると。4時間足の下落を5波動で数えた場合に、1、2、3とかかな。ここあと急落してガンと、ここまでで上がってくる。この上下大きいので、おそらくここが戻り目になるんですよね。なので、4時間足のこの大きい下落、全体を考えた時の4波の終わり。ここを超えたら上に上がっていくよっていう、重要な4時間足のポイント、戻り高値になるんですよね。そこでピタリ抑えられている。で、そこで落ちてきている。っていう感じなので、1時間足に戻りますと。なので、この4時間足のこの線っていうのは重要なラインですと。でこの1、2、3波が完成して、4時間足のこの重要なラインでピタリと抑えられて、ギュンと落ちた。なので、また移動平均線ですね、ここら辺に戻ってきたあたりから、ショートを打てば取れましたよねっていうのが、このスパイクトップの応用になるのかなと思います。このコツですね。ただ、そのギュンと下抜けているときに、この紫色で書いてあるコツなんですけれども、
下落しているときに、この移動平均線、この図で言うと、移動平均線、ここに走っているんですけど、この移動平均線を、よいしょ、一番上から移動平均線と、移動平均線から安値まで。で考えると、下の方が長いんですよね。その場合の方が成功しやすいっていうのがコツとしてあるんですけど、このユーロ円の1時間足の場合は、そこは外れているというか、合ってませんでしたね。この1時間足の移動平均線、これ青で表現していますが、ここですね。トップから移動平均線よりも、移動平均線から安値の方が短いので、これはちょっと、スパイクトップが成功しにくい根拠の一つになっちゃってたんじゃないかなと思います。今回結果で言うとここ落ちてきたっていうところではあるんですけど、タイムリーでここでチャートを見てても、エントリーするかどうかはかなり迷っちゃったような気がするんですよね。で、この親波側の、指し値に関しても、ここになんかダブルボトムみたいになってたりとか、ちっちゃく見ても、ここにダブルボトムですよね。そう考えると、ここ。まあ、この辺りからエントリーするとしても、ここまでしか取れなかったりするとなるんですよね。さっきのスパイクトップの取り方で言うとそうなりますよね。この親波を作る前の波、ごちゃごちゃしているところを見ましょうという形になるので、親波、ここですね。1、2、3波を作る前のもみを見てみましょうとなると、まあやっぱり、ここになるのかな。ダブルボトムがあるので、ここまでしかやっぱり取れないかなという風になるので、例えばここに切り上げ線を引いといて、ここ、やっぱり抜けてきたなと。で、まあ、デッドクロスとかもしているので、まあ、エントリーはしやすくなると思うんですけど、ここまでしか取れないみたいな。これはちょっと難しいですよね。なので、教科書通りの、スパイクトップ、この取り方を実行していた場合は、ほとんど取れ高はなかっただろうという感じには、まあ、なるのかなと思うんですけど、まあ、そこはちょっと、まあ、今回難しかった部分なのかなとは思うんですが、で、これは一旦こんな感じで完了はしていると思うんですが、4時間足ですね、今度は。ユーロ円そのままで。今1時間足で見ていたここですね。ここでスパイクトップが取れたのかもしれないね、みたいな話を今してたんですね、ちょうど。なんでまあ、この取り方だけでも、もうちょっと形の違うチャートが出てきた場合には、これからはチャンスを取りやすくなったかなと、まあ、この動画を見ていただいた方はなったかなと思うんですけど、さらにこの4時間足ですね、1、2、3、これもちょっと見てみたいんですよね。というのも、まあ、また、親波が全然違うので、もうさっきのそのスパイクトップのこの取り方、このコツそのものでは、取れないんですけど、これをちょっと応用してみようかなと思いまして、どういうふうに応用するかというと、1、2、3、この3波で考えると、わずかに長いですよね。なので、一応そのスパイクトップが発生する要因は満たしていると。で、一応まあ4時間足のこの重要な線。まあ、日足とか週足とか、今4時間足で見てるんで、上位足の強い線では抑えられてないっぽいんですけれども、まあ一応4時間足の重要な線で抑えられて、ストンと落ちてます。ストンと落ちている途中で、押しやすいですよね。下抜いてます。ってなると、こっち側の波は全然違うんですけれども、便宜的にここでスパイクトップみたいな、1、2、3で、ここギュンと落ちてきたんで、さっき1時間足で見ていたここのサイズではもうすでにスパイクトップが発生したんですけれども、フラクタル的に今度は4時間足でここ下抜いてきて、しかもこれギュン落ちしているので、次4時間足の移動平均線に絡んだところからギュン落ちするんじゃないっていうふうに見れたりもすると思うんですよね。ただこっちの、親波側にしたより安値がない状態なので、ここまでですよね。なので逆にここでもう今ちょうど下げ止まってるぐらいな感じなんですよね。下げ止まって、まあもちろん上に行っちゃう可能性もあるとは思うんですけれども、ここの形だけ見ると、まあいい3波が出ていて、ちょび抜けしていて、そこまで強烈じゃないんですけど、いいポイント、誰もが意識する強いレジサポでちゃんと抑えられてて、4時間足で見ると割と一気に落ちてきてるんですよね。で、押し目も抜いてるんですよね。なので、やっぱりここ戻ってきたところから一回取れるんじゃないかと。まあ、いい3ゾーンみたいな感じですね。こう戻ってきて、4時間足の MA が、まあどうなるかわかんないですけど、まあこの辺、とかでタッチしたりとかしたら、普通にいい3ゾーンにはなりますよね。なので、そこで、
下落が狙えないかなと思ってたりするんですけどね。ショートですね。で、上行っちゃう、そのまま例えば、この移動平均線あたりから上に行っちゃう可能性っていうのは、もちろんあるとは思うんですけど、このあたりの形見るとそんなに行く感じは、ここでちゃんとここ抑えられてますからね。うん。ここを抜けていかない限りはやっぱり4時間足レベルで、そんなに上に転換していきにくいっていう状況だと思うので、で、今4時間足直近でそういう、なんか疑似スパイクトップみたいなのまたここで作ったんで、ここの下落はなんか取れるんじゃないかなとか思ってる感じです。はい。いかがでしょうか。今回はそんな内容ですかね。なので、一旦前半はスパイクトップの取り方をまた復習して、定期的に復習した方がね、僕自身も忘れないで済むんで自分のためっていうのが一番なんですけど、今回はスパイクトップの復習をして、それをユーロ円の今の1時間足と4時間足ですね、に当てはめてみて、応用してみると、ちょっと面白いし、新しいこのスパイクトップの活用法ですね。自分独自の活用法っていうのもこんな感じで、開発していけるのかもしれないなと思いまして、の動画でございました。今回の動画が役に立ったなと思われた方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録とか、いいねボタンとかしていただけると嬉しいです。という感じで引き続き FX を楽しんでいきましょう。